こんばんは、クリミナルです。今回は日本で起きたある事件をご紹介します。1993年5月、47歳の男性が総合病院に搬送され、その後亡くなった。病院の看護師は犯罪の疑いがあるため、警察に検視の依頼をかけた。病院は異常死の疑いがある場合、警察に通報する義務があるのだ。警察が病院に到着すると、喪服を着た集団と亡くなった男性の妻と娘がおり、すすり泣いていた。喪服を着た集団は、どうやら亡くなった男性が勤める会社の社員のようだ。亡くなった男性は健太さんで、頭のてっぺんからつま先まで全身に皮下出血が見られた。その他にも目の周りがパンダのようになるブラックアイや耳の裏側にあざができるバトル兆候が見られた。検視の結果、健太さんは明らかに暴行されていた。もしかしたら、健太さんは集団リンチにあったのかもしれない。検視に当たった検察官はそう感じていた。健太さんが勤める会社は大阪府に本社を置く中堅メーカーで、明治期創業の老舗で、社員は100名ほど。健太さんはこのメーカーの営業課長で、この会社は事件の数年前に先代から経営を引き継がれた B が社長に就任していた。警察官は会社関係者に事情聴取を行った。同僚によると、健太さんはおとなしい性格だったが、ちょくちょく仕事でミスをしていたという。健太さんはその度に社長に応接室に呼びつけられ、怒鳴られていたという。その際、すみません、許してくださいと泣いて許しを請う健太さんの声が事務所に響いており、壁を殴ったり蹴ったりするような音を社員らは聞いていた。なお、社長が怒鳴りつけていたのは健太さんだけではなかったようだ。事情を聞いた警察官は、社長が社員に暴力を振るっているのではないかと感じた。そこで、社長に暴力を受けたことはと担当直入に聞いてみた。すると社員らは、そんなことはありません。社長が暴力を振るう光景は見たことがありませんと話した。ただ、事情を聞いていた警察官はあることに気づいた。社員の腕にあざがいくつもできていたのだ。それはどうしたんですか？そう警察官が聞くと、自転車で転倒した時にできたものです。と社員は話した。また、会社の幹部らは、健太さんは最近体調を崩していた。病気の中、仕事を頑張りすぎたために亡くなったのではないか。そう話した。遺体の状況から、健太さんが体調不良の末に亡くなったとは思えない。会社の幹部らの言動は、事件を隠蔽しようとしているとも取れた。どうやら何かを隠しているようだ。警察は、健太さんは会社の応接室で暴行されたとみて、科学捜査研究所にルミノール反応検査を依頼した。ルミノール反応検査とは、血液成分に反応するルミノールを使って血液を特定するもの。すると予想通り、応接室で健太さんの血液が検出された。間違いなく健太さんはこの場所で暴行されていた。さらに、壁紙が浮いていることに気づいた。捜査員が壁紙を持ち上げてみると、そこには拳くらいの凹みがいくつも確認された。後に分かったことだが、社長は格闘技経験者で社員を叱責するときに壁を殴って脅していたのだ。その後司法解剖が行われ、健太さんの死因が急性硬膜下血腫であることが判明。また、健太さんの胸部や腹部には何発も殴られた跡があり、肋骨が数本折れていた。この場で健太さんが何者かによって暴行されたことは明らかであった。しかし、一番疑わしい社長は自分は暴力を振るっていないと全面否認した。捜査が進むにつれ、当初社長をかばっていた会社の幹部らが真実を語り始めた。社長は業績不振でイラつき、ミスをした社員を怒鳴り、壁を殴って脅していた。事件の日、健太さんは応接室で社長に業務報告をしていた。
その際、仕事でミスをした健太さんに激怒した社長は、その場で殴る蹴るの暴行を加えた。その暴行は壮絶なもので、健太さんは意識を失い、その場に崩れ落ちた。そして事態を知った会社の幹部らが健太さんを病院に運び込んだのである。しかし、すでに心肺停止状態だった。そして健太さんは亡くなってしまったのである。事件から半年後、社長 B は傷害致死の疑いで逮捕された。B は過去にも社員に暴行を働き、全治6週間の怪我を負わせ、書類送検されていたため、裁判では実刑判決が下された。社長が逮捕された後、まるで呪縛が解けたかのように、社員たちは語り始めた。社長が怖くて真実を話すことができなかった。私も社長に殴られたことがある。蹴り飛ばされたことがある。健太さんは昔、先代の社長に拾ってもらった恩があり、現社長に厳しく叱責されても逆らうことは一切なかったという。健太さんは自分が耐え忍ぶことにより、会社を守ろうとしていたのかもしれない。捜査に当たった警察官はそう感じ、心を痛めた。日常的に社員に暴力を振るっていた社長。彼が経営する会社では恐怖政治が行われていました。健太さんが亡くなった後も恐怖に怯えた社員は口を開かず、幹部らは事件を隠蔽しようとしました。おそらく会社では社長が絶対的存在だったのでしょう。本来企業は社長の他に会長や役員、株主がいます。いくら社長といえども何でもかんでも好き勝手にはできません。しかしワンマン経営の場合、社長の周りにはイエスマンばかりが残ります。おそらくこの企業もそうで、幹部らは社長の言いなりになっていたと思われます。人間は権威に服従しやすい生き物です。さらにそこに社長の恐怖政治がのしかかったことでより服従してしまい、社長のことを口にしてはいけないという同調圧力が蔓延していたと思われます。同調は人間が普遍的に持っている性質で、それは人間の生き延びに役立ってきたと言います。この同調はいい方向に働くこともありますが、悪い方向に働くこともあります。この事件について考えてみると、社長が社員に暴力を振るっているという事実を社員の一人が黙っていようとします。すると、その圧力が他の人に伝わり、どんどん連鎖していきます。社長に意見しない、社長の暴力を見なかったことにする、逆らわない。そうすることで、個人個人は会社で居場所を確保できる。しかし結果として社長の独裁がより進み、集団全体のパフォーマンスは著しく低下するのです。この社長は日常的にパワハラをし、ついに事件を起こしました。そういった人間は自覚がなく、加害者であるのに被害者意識を持つ者もいます。また、特権意識を持っていることも多く、自分の意見、行動が最優先されるべき、それらは正しい行動だ、と思い込んでいます。さらに社長である B は権力も持っていたため、その意識はさらに増幅していたものと思われます。社長の頭の中では、仕事のミスをした健太さんを悪とし、私は健太さんから被害を受けた。だから自分は仕方なく暴力を振るった。指導のつもりだったと考えていた可能性があります。もし皆様の中で会社でパワハラや暴力を振るわれている方がおられましたら、全国の労働局、労働基準監督署にある労働相談コーナーに電話で相談しましょう。そこで無料で相談に乗ってくれます。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。